ついに感染しました？感染疑いですか？そんなわけないでしょ。ただつけてみただけですよ。今回は中国のロケット打ち上げ失敗ですよね。題材と関係ないじゃないですか。毎回関係ないことやってるじゃない。新華社通信は中型貨物ロケットの打ち上げ失敗について次のように報じています。16日21時34分に、我が国中国は文章の宇宙飛行発射場で中型運搬ロケット長征7番の初めての飛行任務を組織したが、ロケット飛行は異常が生じて発射の任務は失敗に終わった。故障原因の解析調査をするために専門家によるフォローアップチームが組織されます。中国メディアがロケット打ち上げ失敗を報じるのは異例ですが、ウェイボーにロケットが炎上する光景がアップロードされるなど、失敗を隠蔽することが不可能だったためとも考えられます。この動画に対するコメントでは、2段目切り離し時に2段目が発火して爆発したのではないかなどと推測されています。香港メディア SCMP は、この失敗はすでに計画されている打ち上げにある程度の影響を与える可能性がある、と報じています。実際中国はこの2020年には宇宙船の飛行や探査機の打ち上げなどが計画されていますが、宇宙ステーション建設を含めた一連の流れすべてが遅延する可能性は極めて大きいです。いずれにせよ中国政府はこの事実を公表し、投稿された動画やコメントなどは削除されずに未だ残っています。編集所管。この長征 7A は液体燃料を使用する3段ロケットで、7トンもの貨物を静止軌道まで運ぶことができるとされています。搭載されているエンジンは中国の無人火星探査機にも採用されるということで、今回の失敗は火星探査計画にも大きな影響を及ぼすと見られています。ロケット発射に失敗はつきものですが、今回の失敗は中国政府にとってはかなりの痛手になったことと思われます。しかし近年ではこれを隠蔽し、規制することなく公表するようになりました。中国政府の強権はこうしたものに使うべきではないという判断が下されているのでしょう。変に抑え込むことによって、このようなことで体制への批判が強まることを避けたのだと思われます。または米国など諸外国の監視衛星が打ち上げ失敗の事実を捉え、国外で堂々と報じてしまう前に、自ら失敗を認めたとも考えられます。今や打ち上げの結果を隠すことも困難です。これが北朝鮮であればこうはいかなかったでしょう。おそらく意図的かつ計画的に爆発させたので成功だなどと言い張ると思われます。共産主義は基本的に最高指導者のもと、完璧な計画が完璧に行われるということになっています。そこには失敗の文字はありません。毛沢東はかつて、批判を恐れてはならない、批判した者は罪に問わない、と大批判キャンペーンを行いましたが、あまりにも批判の声が広がると、右派のレッテルを貼って大量に処罰し始めます。これによって中国には体制批判が禁じられる空気が出来上がります。しかしながら市政と派閥争いによって共産党内部では議論が活発化しましたが、文化大革命で毛沢東が復権すると再び凍てつきます。そして、ソ連のグラスノスチ、情報公開、ペレストロイカ、体制崩壊、中国の文革終了、毛沢東死去によって起こった改革開放などによって、中国中央政府の体制に変化が見られたのだと思います。ソ連が君臨していた時代、共産主義国家は鉄のカーテンの向こうの世界でした。その向こうでは何が行われているか、まさにベールに包まれていたわけです。中国も毛沢東政権下では開かれた社会ではありませんでしたが、改革開放による対外開放政策に伴って少しずつ開かれた社会となっていきます。そして今や国内は検閲下にありながらもインターネットで接続され、様々な情報が容易に飛び交うように変化しています。中国はこれまでになかった体制への批判を外信を通じて受けることになりました。共産党指導部は国内では別の報道をして統制しながらも、外からは批判を受ける立場となったのです。中国共産党はかつての共産主義国家とは異なり、ある程度の批判に耐えうる体制に変化したのだと思われます。北朝鮮労働党との大きな違いはそこにあります。中国政府はある程度の失敗は認め、改善に努めるようになりました。とはいえ国内で中央を批判することは許されず、中央が不適切と思われる批判に対しては徹底的かつ秘密裏に叩き潰します。わずかに柔軟にはなりましたが、根底には変化はありません。しかしかつてのような、
一つの批判が燃え上がって中央政府が炎上してしまうというのを防ぐような機構が出来上がっていると思われます。武漢のウイルス騒動からもそれが見て取れるでしょう。中央集権を推進したのに、なぜか責任は地方政府が取らされるという責任回避方法によって中央政府のメンツは保たれ続けるのです。調整というとあれですよね。中国戦争中に共産党指導部が敗走を続けて移動し続けたという。ええ。ただ中国ではそうやって全土を歩き回って苦難を乗り越え、徐々に力をつけていったという肯定的な意味で捉えられています。それもあって貨物ロケットにもその名前を付けたんでしょうね。ゆくゆくは火星までの調整になると。では今回の調整は無残にも失敗に終わりましたね。いつになく堂々と発言しますね。普段は変なことを言うと中国やロシアに消されるとか騒いでいるのに。今の発言はどうこしてます？だったら取り消します。もう無理です。そのままあげます。冒頭でも話しましたが、今回は共産党指導部はこの失敗を公表しました。珍しいことですよね。対外的に失敗を隠していることがバレてしまうのを避けるためでしょうね。各種公営メディアに掲載はされていますが、詳細は何も書かれていません。そうですね。最初に新華社通信が発表したのと全く同じ内容がほんの少し転載されているだけですね。中国メディア法王網に関しては調整で検索しても何も出てこないですからね。新華社通信はただ単にサイトが遅いだけなのか、結果が出てくるまでにすごい時間がかかりました。規制はしていないけど自粛ムードということですか？規制は相変わらずしているけど一応情報だけはほんの少し公開したという程度です。中国メディアは基本的にこうした国家に関わりうるものは自由に記事を書けないですからいつも通りです。政治関連の特集記事は必ず事前に指導を受けるので、習近平が武漢に行った時のように、気持ち悪い称賛記事ばかりになります。人民と共にあるとかいう一節などのことですね。寒すぎてゾゾッとしました。消されるよ。以後発言には気をつけます。これもカットせずに載せるから。それでも中国は変わりましたね。北朝鮮と比べることでその差異がはっきりすると思います。それは良い意味でということですか？ほんの少し良い意味で変わりました。ただ本質は同じです。そういえば以前面白い話をしてくれましたよね。農業政策でたくさん植えるとたくさん収穫できるはずが全然取れなくて飢饉になったとか。ああ、中国の大躍進政策の日食の話ですね。いかにも共産主義的な失敗の代表例ですね。稲穂の上に机が乗せられるほどの豊作になったみたいな写真がありましたよね。それがちょっと見つからなくて、あれはきっとパブリックドメインだから掲載できると思うんですけど、大躍進政策の失敗についてはネットなどで調べていただければすぐにわかるので割愛しますが、問題はその成功のプロパガンダを真に受けた朝鮮労働党が同じ失敗をしてしまうということです。中国政府はメンツのためにうまくいかなかったとは言えなかったんですね。もともとはソ連もそうできなかったんですよね。あれだけ大宣伝しましたから。それで結局北朝鮮も農業崩壊が起きて飢饉に陥ったという。大躍進政策自体も本当に笑っちゃうくらいの負の連鎖ですよね。消されるよ。今の中国はそういった失敗を踏まえて少しは成長し、変化したということです。すごいですね、中国。全然すごくないから。今更そんなおべっか使っても遅いし。じゃあ今のも取り消します。取り消さなくても、大体私たちは中国やロシア以前に YouTube に消される恐れがあるから。動画やチャンネルが消されても私は別に構いません。そういう風に言わないでよ。私は困るんだから。突然終わるのは良くないというクレームが来ています。それはクレームではなくてご意見です。どうします？何かアイデアありますか？ありません。どうすればいいですかね。以前みたいにチャンネル登録お願いしますとか流せばどうですか？あれ、私が見たくないんだよね。毎回ああいうの邪魔じゃない。内容全くないのに。じゃあこうやって喋っているうちに暗転しちゃうっていうのはどうですか？ほら。また毎回終わりにも何か喋るの？考えるの大変だな。